それでは今年の遮熱対策も含めた節電効果を発表します。比較的、コストもかからず対策できるので、ぜひ参考にしてください。グラフは関西電力の実際の使用電気量と料金のグラフですが、7月から始まっている理由など、後ほど補足します。まず今年の主な遮熱対策は、アルミサッシ枠にアルミテープを貼り、窓の内面へアルミホイルを貼ることです。アルミホイルを窓の内面に貼るなんて、誰でもできることだからみんなやってください。費用もかからない推奨の対策です。これ以外の対策は、夏前に公開しました。下側の節電に有効な遮熱対策を排熱法 R6 年最新版を参照してください。今年の方が猛暑日は多かったですが、次の表で説明する通り、去年よりも節電ができましたよ。2017年に夏場使用した電気使用量 1447kWh から、今年は 764kWh まで節電しています。これは 47% も削減したことになり、相当頑張っていると思いませんか。削減できた 683kWh に 1kW の最安の単価25円をかけると、何もしないより一夏で17,000円も削減することになります。標準的な電気の単価は 300kWh を超えると一段料金が上がるので、夏場に 300kWh を超えている家庭なら、料金的にはもっと削減できる計算です。ちなみにこの住宅は 2.8kW のソーラーパネルを設置し、2022年8月までは愛犬が生存していたので9月以降は若干使用電力は下がります。今の日本の夏は、小型犬はクーラーなしで生活ができませんからね。とはいえ去年と今年の猛暑を考えると、今年もウィンドリーダーと遮熱効果は十分に有効だったと判断しています。先頭ページのグラフは今年7月からでしたが、ここで補足させてください。今年7月から関西電力のため得サービスに切り替えたので、グラフが分かれちゃいました。ソーラーパネルの定額買取、フィットが終了すると、余剰電力分を夜間に使う制度があり、蓄電池よりも環境にいいと切り替えたのですが、実は来年3月でこの制度自体が廃止になるそうです。なんでやねん。ちょっとだけ、ウィンドリーダーを紹介させてください。使い方はとても簡単。広い角度の風を部屋に導くこの装置は、ベランダに置いて、外気温が低い時間帯に窓を開けるだけです。なお、シートには、撥水性があるので雨で取り込む必要はありません。ただし、台風や暴風が予報された時には事前に室内へ取り込んでください。この時、風に煽られるので、シートは奥のパイプにひっつけてから取り込んでください。早朝や夕方以降の冷えた風を利用し、2階の部屋中心に排熱すると、これだけ節電ができると考えてください。もちろん有効な、冷えた風がベランダを流れる条件の住宅に限ります。ドイツやフランスは家の構造上、壁に穴を開けられないので、エアコンがついていないのが一般的で、冷えた時間帯の風を利用することは、世界的には当たり前の方法です。夏の排熱が重要な理由を説明します。7月末から9月の初めは住宅全体に熱が蓄積されるので、電力の少ない扇風機を数時間併用する日もあります。この住宅では屋根にソーラーパネルを設置しているので、日射から受ける熱エネルギーがおおよそ計算できます。2022年8月は1日平均 10kWh の発電を行っており、発電効率 20% としても、ソーラーパネル設置面だけで毎日 50kWh の熱エネルギーが住宅に影響しています。特に夕方が晴れなら西日が壁に直接当たるので、実際にはその 1.3 倍から 1.4 倍ほど熱が蓄積されているはずです。そして最低気温も上昇しているので十分な排熱ができないから扇風機を併用します。なお、エアコンを使うときは窓を閉める、つまり蓄熱された熱エネルギーを閉じ込めることになります。先にウィンドリーダーで排熱し、就寝時に防犯のためエアコンを使うにしても、それまでの排熱が省エネにつながります。